束するリピートプラス。ちょっと待ってくださいね。あ、ジャンさん了解です。ちょっと待ってくださいね。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、ユーロです。大丈夫でそうですかね。なんか言えてないけど、大丈夫そうですかね。あ、ジャンさん、すいません、おやすみなさい。アーカイブ楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。みんなさんでワイワイ楽しまれてください。ありがとうございます。はい、まだちょっと時間がね、45分後に始まりますけども、はい。
どうしましょうか。何も無計画ですけれども。はい。はい、どうしようかな。皆さん、改めまして、今、Xbox ショーケース、Xbox ゲームズショーケース Extended ということで、6月13日、ワークスさんこんばんは、大丈夫です。ありがとうございます。6月13、4日か、昨日の午前2時に行われた、昨日の午前2時じゃないか、6月、なんかボケてるわ。6月13日午前2時でしたね。Xbox ショーケース、ベセスダ、Xbox ベセスダゲームスショーケース2022というのが行われたんですけど、それも、ライブさせていただいて、今一般公開してるんで、自分の YouTube のホームを見ていただくと残ってると思うんですけど、たくさんのご視聴、アーカイブ残したおかげでね、倍以上の視聴数があったみたいで、再生回数があったみたいで、これも、アーカイブ残すので、別に生で見ていただかなくても大丈夫ですけれども、25人の方、それでもありがとうございます。で、自分はちょっと仮眠をとってですね、さっきまで寝てたんですけども、はい、起きることができて、今、ちょっとお酒を、汲んできて、お酒飲みながら待機っていう感じですね。はい。で、そんなことはいいんですけど、皆さんも気楽な感じで見ていただければと思うんですけども、これはどういう番組かというと、怒涛のごとくですね、こんな感じで発表があったわけですよ。左見てください。これ自分の Steam おすすめサマリーという、ブログなんですけれども、そこにまとめさせていただいてですね、なんと項目が28もありました。で、この星がついてるの分かりますかね、星。この星がついてるのがすでに、Steam ページがあったりとか、Steam で出ることが確実視されているゲームでですね、さすが Xbox で親和性が高くてですね、ほとんどのゲームがSteam でも出るということで、はい、マイクロソフトさんありがとうという感じですけれどもね。はい、ほぼ角のところ、星入ってない、例えばフォルツァモータースポートとかね、この6の。これは、入ってないですけど、多分確実に来るでしょうっていう感じなんですけど、まだちょっと情報が、Steam ページも来てないし、わからないですし。はい。で、今この、だからこう発表された時、その本編が始まった時も、このちょっと自分のまとめた記事を見ながらですね、ちょっと話していこうかなと思っている、教材のようなもんですかね。はい。これを見ながら、左で見ながら、右上で、動画を見ながら、で、皆さんのチャットがですね、右に映るようになっていて、で、今ね、これね、日本語訳してね、日本語翻訳して、Xbox に届いているチャットを、Xbox、そのチャットをちょっと表示させてるんですけどね、ちょっと海外の人の反応どうなのかなっていうことで、ちょっと見ようかなと思って、今、それを、出しています。はい。自分の、この動画に対するチャットは一番右ですね。で、この Xbox の公式チャンネルの、エクステディットに対する意見を日本語訳したものが下の真ん中に出てます。上位チャットっていうところですね。はい。そんな感じでやっていこうかなと思ってます。やっぱりね、現地の人の反応も見たいなと思うんでね。はい。で、そうやってやっていこうかなとは思ってますね。で、ちょっとですね、どうしようかな。自分ね、この、Xbox ゲームショーケースエクステンデッドそのものの記事もこうやってまとめたんですけれども、それぞれが今後、これね、今後1年以内に、
配信されるタイトルをまとめたものなんですよ。この Xbox Bethesdaゲームズショーケースって。なんで、1年以内というと、2021年6月から2022年6月じゃないですか。つまり、2021年下半期から2022年下半期から2023年に被っているということでですね、自分はですね、ちょっと、Steam おすすめサマリー内のですね、これどうやって見るんだ？ホームか。あ、違うわ。ホームじゃなくて、サイドバーを出せばいいのか。違うな。自分もこのモバイルに慣れてないっていうね。ちょっと待ってくださいね。だからこれに33を入れればいいんだね。ちょっと待ってくださいね。独り言です。33。これでいいのかな？ないわ。ちょっと待ってくださいね。メニュー。サイトマップを見ればいいのか。はい。ですね。Steam おすすめ2023、下半期ということで、ちょっと順番に見ていきましょうか。まずは下半期から52をまとめた、記事をですね、今回のためにちょっと用意しました。これは昨日の夜にね、配信したと思うんですけれども、はい、7月から12月、そして2022年内が決まってますけど、発売未定のもの、今52あるんですね、52、主なもの。まだまとめきれたのももちろんあると思うんですけど、内山さんこんばんは。で、ここに昨日のそのベセスダショーケースのゲームも入ってるんですよ。もう発売日が決まってるものとかもありましたからね。だから、場合によってはこういう記事とかも見ながら、ちょっと話していこうかなと思ってますね。2022下半期だけで、こんだけ主なタイトルですよ、もちろん。はい、主なタイトルだけでこれだけのタイトルがあるわけですからね。Steam も変わったなという感じはしますが。で、これが2022年下半期ですね。だから7月から12月に発売される Steam ゲーム。ほとんどが Steam ページがあるもんばっかりですけれども、まだマーベル、スパイダーマンリマスタードとか、もう Steam で出ることは決まってるけど、Steam ページがないものとかはリンク貼ってないんですけどね。このリンクを踏んでもらうと、飛びます。国尾くんの三国志では全員集合もまだ Steam ページ、この執筆地点は来てなかったんで、ひょっとしたらリアルタイムで今は来てるかもしれないですけど、はい、こんな感じであります。そしてさらにですね、違うわ。これじゃなくてですね、2023年に配信予定のゲーム。はい、ですね。マルさんこんばんは。マルさん、ありがとうございます、今日も。はい、2023年配信予定の Steam ゲームももうすでに32あるという。はい、すごいですよね。はい、ここの中にももちろん、この間のベセスダショーケースで、入っていたゲームも含まれてますね。だから発売時期によってちょっとね、まとめた記事が違うんですけれども。こういうのも見ながらですね。やっていこうかなと思ってます。はい。だからですね、これを貼っておけばいいのか。ね。そうですよね。貼っておけばいいんですね。貼っておきましょう。そうだ。だから、チャットに貼っときますね。チャットに貼っときます。はい。これと、だからなんか確保しといてください。これチャットだから消えてしまうから、そうか、なんか固定とかできるのか。固定とかもできそうだけど。まあいいわ。なんかそこまで自分は長けてないのであれですけどね。貼っときますね。これなんか固定できるんだよね。まあいいか。なんか始まりましたね。そうこうしてるうちに。はい。そうこうしてるうちに始まりましたね。はい、こんな感じで載せときますね。で、メッセージを固定するのは表示しているやつにしようか。ね。
そっちの方がいいですよね。だからメッセージを固定するのはこれじゃなくてこっちね。発表まとめの方にしましょう。だからこれも流しとけばいいのかなですよね。これも流しておいて、これを固定したらいいんだね。はい、固定しときます。はい、これで準備完了です。はい、41人の方ありがとうございます。これで準備万端でしょうね。はい、スパムじゃないですよっていうねスパムじゃありませんよっていう。あ、これ固定されてるものってこうやって出るんだ。知らなかった。で、ちょっと画面調整します。はい。画面調整して、はい、今、はい、自分の、サイト内の記事 Xbox Bethesda ゲームショーケース2022発表まとめのリンクを固定 しながら、これに基づいて喋っていくので、こういう風にしました。で、今その固定ツイっていうか固定チャットが、ブルーの部分でね示されてますけれども、はい、ここに常にリンク、新規で来られた方を見ていただければと思います。あ、麦ごはんさんこんばんは。はい、でね、ちょっと高評価を押していただくと嬉しいですね。高評価を押していただくと嬉しいです。はい、字幕を日本語、日本語ないのかい。マジか。英語しかないぞ。これはやばいんじゃないか。これはやばいんじゃないか。ちょっと待ってよ。これはやばいぞ。これね、Xbox Japan の方がね、今回やってないんですよね、多分。やってんのかな。ちょっと今調べてます。Xbox の方は今配信予定で、Xbox Japan の方はどうなんだかな。エクステンデッドのね紹介はチャンネル画像にしてるのになんとエクステンデッドそのものの日本語対応がない。これはやばいのか。残り32分の間で何とかしないとな。朝栗のセレブレーションライブストリームも始まってますね。15周年ライブ。やばいな。こっちはどうなんだろうな。ザ・ゲームアワーズの方はどうなんだろうな。ちょっとそっちに乗り換えますね。もし日本語対応なかったら、これがもうすぐにあと2分で始まるんで、とんでもねえな。日本語がなかったらやばいな。
まあお酒を飲みながらゆっくりね、やりましょう。必要であればこれをなんか今4画面あれ出してるんですよGoogle Chrome 4画面別のやつで出してるんで、さあまあいいわ、とりあえずここはいいかさあどうなんだろう。もうすぐですね。1分半1時半になりましたね。さあこっちの、ザ・ゲームアワーズの方が字幕利用できません。これはやばくなってきました。こっちは字幕を利用できない。マジか。まあみんなに助けてもらうしかないのか。これね、字幕その他がないんですよね。なんか設定でなんとかなんのかな。もし、日本語字幕あるところがあったら教えてください。Shout out to the homie, man. Shout out to the homie. あれこれちょっと間違ってんのかな設定。字幕1しかないもんな。自分の字幕利用できなくしてるよね、自分はね。これ多分な、掘り下げだからめちゃくちゃ喋ると思うからな。これ日本語なかったらきついよな。まあなんとかなるか。なんとかなるか。まあ小島さんのゲームがね、小島監督のゲームが果たして具体的なものって
掘り下げ番組で紹介されるかどうかですね。ちょっとしたトレーラーとかの1分ぐらいの。全然関係ない話ですけど、今日ユニバ行ってきましたよね。昨日一日あれ見てきましたよ。任天堂ね、マリオのアトラクション乗ってきましたけども、マリオカートにね、まあ楽しかったですね。結構ね、よくできてましたね。すごく。ね、皆さんもぜひ行ってみてください。どれぐらいでもそれが需要あるのかは分からんけどね。まあ機会があったらまたちょっとレポートしようかなとは思ってますけれども。いやー、これ日本語ないのはきついな。まあ、こうなったらもうチャットの自動翻訳日本語翻訳に頼るしかないっていう感じですよね悲しいけど。53人の人に申し訳ないけどね。で、昨日の、カプコンのゲームショーが朝やってましたよね。で、それを見ながら、電車の中でね、チェックしてたんですけども、ユニバに向かうね、道中に。帰ってからまた改めて見て、エグゾプライマルも Steam に登場するんですけど、まあ、それのオープンベータテスト、さっき予約というか申し込んできました、応募。まあそれがね、叶うかどうかわからないですけど、まあちょっと仕事休み取ってやろうかなとは思ってます。ロボ系なんでね、なかなか面白そう。皆さんなんか今回の Xbox Bethesdaゲームショーケースでなんか楽しみにしているのありました？まあ、ざっと振り返っておくと、アーケーンスタジオが新作レッドホール、そしてホローナイトのシルクソング、そしてエイリアン FPS は、まだわからないのか。Steam に関連しているところからすると、プラグテールのね、レクイエムという新しい続編になるのかな。はい、タイトル。そして、ホルツァのモータースポートも多分来ると思うんですけどね。はい。で、あと、マイクロソフトのフライトシミュレーターの、14th アニバーサリーエディションですね。40周年記念エディション。そして、オーバーウォッチ2は飛ばして、フォルツァホライゾン5とホットウィールのダウンロードコンテンツとして、まあ、ホットウィールって何かって言ったら、空中、なんかジェットコースターのようなコースを作って、そこにマシンを走らせることができるっていうものなんですね。で、あと、2027年に発売アーク2、そしてホラー FPS スクーン、そして、
このアラっていうこのヒストリーアントールドっていうこの単性ストラテジーもおそらくスチームで出るんじゃないかな。 PC って書いてあったんで、星つけてないんですけど、まだ進展がないので。はい。で、オープンワールドアクション RPG フリントロックザ・シージ・オブ・ダウン、はい、そしてマインクラフトの初めてのストラテジーゲームマイクラレジェンズ、そして、農業アドベンチャーのライトイヤーフロンティア、ローグライク FPS の、ガンファイアリボーン、これはもうすでに、Steam で配信されているのの Xbox 版ですね。そしてインタラクティブドラマのアズダスクフォールズ、オブシディアン、ね、ホールアウトニューベガスとか、最近だったアウターワールドとかをねリリースしたところですけど、それの新作ペンティメント、これに関してはでも日本語訳がねないんですよね今のところ。そして、グラウンディッド、これはオブシディアンのゲームですけれども、フルリリースされる、送客説を抜けるっていう発表で、ディアブロ4とか、レイブンロックは、Steam に来ませんが、これも多分来ると思うんですけど、チーム忍者のウォーロン、フォールンダイナスティ、これはかねてからチーム忍者が三国志っぽい、ゲームを作りますよと言っていた答えがこれだったんですよね。だから多分 Steam ページ Steam で配信されると思います。で、リンボインサイドのデザイナーが手掛けるコクーン、そして小島監督が最新作の開発 Xbox と協力してマイクロソフトと協力して、はい、今開発してますよっていう発表、これに関しては、PV がありませんでした。はい、何もわからないです。小島監督が挨拶しただけっていうそして、ペルソナ3ポータブル、ペルソナ4ザゴールデン、ペルソナ5ザロイヤルが、リリースが決定しました。Xbox と PC で。で、そのうちのもう4ザゴールデンは Steam に来ていますということですね。3ポータブルと、5ザロイヤルも多分 Steam に来るだろうっていうことですね。まだ Steam ページはありません。で、やっとこさスターフィールドのプレイ映像が流れました。はい。スターフィールドのプレイ映像。あれどうでした？キャラデザとかね。だからそのなんか宇宙船を自分で作ってシューティングゲーでもあり、フライトシミュレーターでもあり、物語で言えばその宇宙間の勢力争い FPS ありで、なんか太陽系みたいな銀河系みたいなマップもあって、惑星がめちゃくちゃたくさん実装されていて、そこが全部未開の地なのかな。そこを自分で作った宇宙船で旅しながら、多分素材を取りながら基地を建設しながらになると思うんですけど、もうなんか SF 全部入りなプレイ映像でしたよね。キャラデザもめちゃくちゃできるしね。はい。ワークさん、小島監督楽しみ。確かに。原点回帰でメタルギアっぽいステルスゲーム作ってくれないかなと思ってるんですけどね。はい。はい、そういうね、スターフィールドの実機プレイ映像がありました。白い UI でね、白文字の UI で、なかなかかっちょいい UI でしたね。はい。で、個人的に期待しているのはこのステルスアクション、エラ版シャドウレガシーという、これが処女作なんですけどね、ここのデベロッパー。正直スターフィールドよりもステルスゲー好きとしてはここをちょっと注目してたんですけどね。なんかね、こういうもう本当王道なんですけどね、ステルスしながらね倒すっていう感じの画面がありましたよね。はい。そして、7日ブレードポイントの Xbox 版、これはすでに Steam で配信されていますが、まだこれアーリーアクセス抜けてなかったんだっけ？これどうだったっけ？アーリーアクセスは抜けたのか。もう正式版になってるんですね。はい、7日ブレードポイントという、和の近接攻撃主体の、バトロワーがあるんですが、それの Xbox シリーズ、XS 版が、6月23日に発売されるという情報もありましたね。はい、皆さん小島監督楽しみっていう方もおられますが、他に楽しみにしているものとかがあったでしょうかね。なかなか
なかなかのラインナップで、もうなんか他のプラットフォームがかすむ。いやいや、そうじゃないですよ。プレイステーションの方も Steam でガンガン出してきますよ。いや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 、スイッチ勢はもう任天堂信者の方がねばっかりだと思うんですけど、いやいやいや、もう任天堂は任天堂スイッチしか遊べないゲームいっぱいありますよと。まあ今日ユニバに行ってね任天堂のコーナー行ってきたばっかりなんでなんかそうか、任天堂もいいなと思って、任天堂が Steam に来たらいいですけどね。はいね、なんかそういういろんな多分思惑がありつつの感じだと思うんですけれども、お、日本語翻訳なくなってる、いつの間にか。あ、日本語翻訳されないんだ、これチャット。さっきのスピードだったらされるんだね、多分。これ処理が追いつかないんだ、多分。はい、アーク2、アーク2言ってますね。アーク2、アーク2って言ってる人、シルクソング。はい、フォローナイト言ってる人、ウィッチャー4。いやいや、ないだろ。CD プロジェクトレッド。そうだね。グランドセウトオート6ね。はいはいはい。それはロックスターゲームズに言ってくださいって感じですね。エルデンリング、マインクラフト2。好きなこと言ってんな。ギアーズ6。これは可能性あるのか。あれ Xbox ですもんね。なんかまあこの掘り下げ番組でサプライズがあるかどうかですよね。ロストプラネット4っていう声もありますね。フォルツァ8。フォルツァ8ってフォルツァのモータースポーツのことじゃないの？あれなんかフォルツァモータースポート7が出てからしばらくぶりなんですよね。このモータースポートって出るの確か。そんな話してましたよね。ね、フォルツァ、モータースポート7が2017年に出て6年ぶりの新作でナンバリングを外したところで気合を感じますと自分も書いてますけど、まあフォトリアルな、かなりねリアルでしたよね。レイトレでね、いろんな角度からこうねレースを楽しむことができるってことも紹介されてました。ストーカー2っていう声もありますね。ストーカー2、ドゥーム。ね、いろんな声がありますよ。海外の方も。これ日本語訳できないのか。さあ、あと12分。いよいよですね。どうなのかな。まあね、もちろん発表では物足りなかったんで掘り下げ楽しみっていう人もいると思うんですけど、でもなんかサプライズ的にね、この掘り下げでも新規が出るんじゃないかとかどうしても期待してしまいますよね。
このホラー SPS のスクーンなんかも気持ち悪い映像でしたよね。グロでしかない映像美。はい。で、これ後でね、結構 Steam ページがもうどんどん追加されている、感じだったんで、まとめていて気持ちよかったですね。ほとんどのゲームに Steam ページ来てたんで、はい。で、このケプラーインタラクティブってね、この、フリントロックもパブリッシングしてるんですよ。だから、なんか今後要注意ですね、このケプラーインタラクティブ。かなりいいんじゃないかなと思いますね。これも面白そうでしたよね。なんか姉妹が戦うっていうやつでしたね、確かね。フリントロックね。あ、違うわ違うわ。これあれだ。1対1の戦闘のやつだ。神々のアンデッド軍団が解き放たオープンワールドの世界を舞台に、主人公のノルバネクが斧などの近接攻撃と武器と、銃、魔法を組み合わせたアクションで戦っていく RPG。映像を見た限りでは1対1の戦闘が気持ちよさそうな感じですし、足の裏で坂を登り降りたり、滑り降りたり、動物の協力を得て空を飛んだりと、パルクールも楽しそうなゲームと。ね。いろいろ楽しみなゲームはありましたね。で、そうそう、チャットなんですけど、なんか、スパム対策で、チャンネル登録者しかチャットできないのにすればいいんじゃないかということで、もうちょっとそうか緩和しておこうか。編集ちょっと設定メッセージを送信できるユーザー1時間にしてるから、ちょっとそれはあまりにもだと思うんで5分にしましょうか。登録して5分後のユーザーがチャットができることにしましょうか。5分以上のチャンネル登録者のみが、メッセージを送信できると、こういう設定にさせていただきました。今1時間にしてたんですけど、ちょっと1時間だとあれ、これね、スパム対策でいいですよって言われたんですよね。チャンネル登録者しかチャットできない。なんか時々自分のチャンネルになんかスパムさんがこんにちはするので、ちょっとその対策でチャンネル登録者さんのみのモードをオンにさせていただいてます。さあ、そんなこんなで残り8分。これでもちょっと日本語で訳ないときついな。どうにかならないのか。もうでも1万5千人が視聴してますね。このさすが Xbox 力あるな。
提供されてる場合しか自動生成された字幕含めることできないんですよね。だからだと思うんですよね、これね。だからなんだよな、これな。提供されてないんだよ、日本語でね。まあ確かにね、流す方からしたら間違って自動翻訳だから伝わったらね、それが誤解を生んで、それが情報が拡散されるってことにもなりかねないので、英語で聞いてくださいよっていう感じなんですけどね。いかんせん英語が全くできないのでね、困りましたね、これはね。提供されている場合のみですからね。多言語で提供されてないんですよね。困ったな。ね、英語勉強しておけばよかったですね。つくづく思います。こういう時にね。なんか、あれですよね。E3 が中止になったりとかして、なんか昔の方が、昔というかまあ4、5年前の方が日本語同時通訳とかね、そういうコンテンツが充実してたような気がするんですけど、ここ最近急に日本人に厳しくなりましたよね。こういうコンテンツってね、海外のゲームショーって。需要はあると思うんですけどね。さあ、そんなこんなで残り3分。皆さん高評価お願いしますね。さあ、今からチャンネル登録初めてしていただくと5分後にチャットが打てます。5分後ね。ちょっとスパム対策で今回は前回ね、なんか変な人がいっぱい来たんでスパム対策としてチャットを5分以上のチャンネル登録者のみがメッセージを送信できるようにしてるんで、以前から登録してくださっている方は自由に打てますが、今日初めて登録してくださった方は打てません。5分後にね、打つことができます。さあ、残りにちょっと緊張してきたな。まあどうしようかな、これ。厳しいよな、日本語がなかったら多分。Xbox Japan さんはないんだろうな、多分な。Xbox メキシコがまさかのチャット提供してくれてないかな。ないか。
さあ残り1分。まあでも最初の方はあれだろうな、トレーラーとかでしょうね多分ね。日本で世界で何番目ぐらいにゲームが盛んな国なんですかね。まあ Steam で言えば11番目ぐらいですよね。ジャパニーズを使ってる人って10番目か11番目でしたよね確かね。だからまあね、わずか数パーセント、もう 2% ぐらいでしょ。あ、2% もないのか。全世界で Steam 使ってる人の 2% 足らずの人しかないですからね、日本人。まあなかなかそういう人に対してのねっていうのはないのかもしれません。あ、始まりました。さあ、 Hey, we are a small snippet of Squanch Games, and we are here to tell you how excited we are to be a part of the Microsoft Games Show Extended. Game Showcase Extended. You know, Game Showcase めっちゃ訂正され Extended. てるやん。 What's the need for the extended? Why add that extra word? It's Can we? Like, is there one that's not extended? うん。 And that's why? We're getting nods. There is a なん nod で extended one. Okay. 外から And なんだ that よ。 one's just called without the extended. So that's just called the There's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be a part of お it. パルパルさんこんばん nonetheless. は。うん、マロさん少ないんですよ。そうなんですよ。さあこれはちょっときついことにはなりそうな気はしますけどね。日本語訳。これはこの間紹介されたものの総まとめみたいな感じですか。お、大戦略の全然関係ないんですけど大戦略 SSB というゲームがの Steam 版が登場するらしいですよ。しかももう Steam ページあるみたいですね。全然関係ないですけど、一応ツイッチの方で字幕表示させてみます。うん、それがうまくいったら教えてください、パルパルさん。そっちに切り替えます。これではちょっとね、厳しいんでね。これね、大戦略のなんか、これスマホ版なのかな。もう新作情報に切り替えるわ。You'll hear from the renowned developers behind the brand new Xbox franchise, Our History Untold. Dive into Naraka Bladepoint with our partners at NetEase Games, and so much more. But first, we begin with a special look at how our fans got to celebrate the Xbox and Bethesda Games Showcase with a message from our very own Phil Spencer. 今んとこできてますね、Xbox のところで。そうですか、ツイッチにちょっと切り替えてみますね、じゃあね。
ちょっとしばしお待ちを。I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody, myself included. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. It's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said Japanese franchises don't always come to Xbox. We've been working on that. See a ton of gameplay. Yeah, I think this is our biggest lineup ever in terms of just diversity of different kinds of games from different kinds of teams, different genres. There's some franchises, Japanese franchises, don't always come to Xbox. We've been working on that. Today we obviously had Persona. It's important to us. We not only have all the games coming from our internal studios, but also great independent これどうやって日本語に worked with around the world. So could not be more excited for what we're doing with Kojima. And he's got this really great idea するんだ for これ。 a game. I want to be clear. I know we say like experience. Xbox のとこ今見てるんですけど、どうやってこれ日本語にするんですか？ And we said, okay, let's go do something together. And I'm just really proud to be in an industry that can be part of so many people coming together. 右下にキャプションマークありますね。キャプションマークありますけど、それをやったら英語になりますね。高度なここにパルパルさんのは日本語が出てるわけですか？キャプションっていうのは日本語なんですけどね、カタカナであ、出てるんですね。なんか設定が悪いのかな。ユーロさんのは出てないですね。あ、ちょっと待って。あ、これだな、多分。ちょいと待てよ。これでいけるかも。Bethesda opened the showcase with a dramatic gameplay demo for Redfall and closed it with Todd Howard showing us how deep the rabbit hole goes on Starfield. And we also got a sneak peek at upcoming expansions for Elder Scrolls Online and Fallout 76. Here to break it all down for us is the man, the myth, the legend himself, Pete Hines from Bethesda. Pete, how are you? I'm great. Good to see you. Good to see you as well. So about a month ago, you all announced some delays for both Redfall and Starfield. So I wanted to give you a chance to tell us a little bit about the decision-making process for that. Absolutely. Look, with all the time that goes into a game, it would be foolish to rush it out the door before it's ready. I think we have continued to sort of examine how we think about games and making sure that they are going to meet our players' expectations. Obviously, the last 2 years have really challenged us from a development standpoint. How we work now largely remotely. A lot of our folks are not back in the office, and that has an impact. I also think we've been thinking about things like release dates and when do we give those out, and how do we make sure we give one out that we actually hit and don't have to change later. So it's not something we undertake lightly, but at the end of the day, I think what our fans expect, what Xbox fans, what Bethesda fans expect is a high quality game, and we want to do everything we can to give our teams the time to fully realize the games they're making. Yeah, and I think that's what it's all about, right? Like delivering an amazing experience for the players out there. And so, speaking of games, we're just going to jump into it. We're going to start with how the showcase started with Redfall. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure.
these folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really amazing, immersive sims. They do any number of things. If you play games of theirs, Dishonored, Dishonored 2, Prey, there's a lot of common threads you'll find in them. They create really amazing, believable worlds. I think that's a big part of their game is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey, that it feels believable. I think the fact that Arcane is making the game with that in mind. ああ、そういうことか。 Now, how similar or dissimilar would you say this game, Redfall, is from the other Arcane? で、日本語翻訳。 It's a first-person shooter that you can play solo うわ、でもこれ with up to 4 players, and so immediately you might say, well, it's not a single-player チカチ game, カし so ま it す must ね。 be wildly different. And don't get me wrong, there's absolutely ways in which it is different, but I think when folks play the game, and even when they see more of the game, I think they'll start to see all of those things about an Arcane game that they love and appreciate. You know, why it's won multiple Action Game of the Year awards for Dishonored, for Dishonored 2, is their ability to bring all of those things together, really high level of polish, and let folks experience it. And so I think all of those things we talked about. If you want to play a game by yourself and get a great Arcane story, チカチカします。 absolutely do that in Redfall. But you can also do things that you haven't been able to do in an Arcane game, like experience it with friends and find out sort of how the whole can become greater than the sum of the parts, like playing it off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. You know, I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play. ああ、そうですね、そうですよね。まあ、これの方がでもマシか。ねえ、こっちにしますか。ちょっと変えますね。ちょっと待ってくださいね。To help me get through Redfall. Can I ちょっとしばしお待ちを。 I'm down to a little. It'd be an honor. しばしのお待ちを。まあちょっとチカチカしますけど、これでいきますか。チカチカしますけど。これが余計だな。この左に自分のこれを手前に持ってきたらいいのだな。ちょっと待ってよ。こうだな。OK。で、これ音声をオン。ちょっとチカチカしますけど、これでやりますね。ありがとうございます、パルパルさん。こういうことですよね。そう、マシですよね。大まかに内容を把握できる。look and feel like a different experience, even though you're in the exact same part of the game. I mean, I think those are the kinds of things that Arcane does that really bring that sort of 半歩前進しました。パルパルさんのおかげで。完全日本語ではないですが。I'm excited for Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online now. 半歩前 I 進 wanted し to た talk。about the team philosophy because I hear さあ、他に that the 何 team's か actually 方法があれ banned ば from。saying things like now is the perfect time to My play. least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions and the conflict that's going on there. And again, a way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. But the real special sauce of Elder Scrolls Online is our amazing community. They're so welcoming. They're so helpful. You know, if you need a little bit of help, if you need a lot of help, they're there for you to help explain, to make sure you have a fun experience. And honestly, like that is such a huge part for an online game of creating an environment where anybody, no matter whether you just started playing or you've been playing for 8 years, can have a good experience no matter how you decide to engage with it. I love that you mentioned that. Community is as you mentioned, is such a huge part of any online game. And so for players who may not have played Elder Scrolls, これはシャッチョさん like なんですかね。 jump in to know that they have that community backing them, that's going to help them guide them in their journey is super exciting. So, but I want to talk about Fallout a little bit. Okay. Huge milestone recently, 25 years of Fallout. It can rent a car even now. At this point, right? We're talking about it. All right, so this has to mean something super special to them. 全然こっち笑ってないけど、シャッチョさんはめっちゃ笑ってる。 Anybody like this franchise did not start with Bethesda. It's one that we took on along the way, and our intent is not just to pay homage to
like Bethesda Fallout? Like, no, we mean all Fallout, because what this series has done, what it meant to us as players when we went and played Bethesda those と games, played the マイクロ original ソフトがどういう Fallout, 関係なのか Fallout みたい 2, な話してる and んです then かね what。the franchise has become and sort of growing and finding Xbox an even, Studios と you know, a Bethesda new がどういう audience with 関係である Fallout 3, か。 Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76 is something we really want to celebrate, and honestly, the you know ね、 what's going そういう on 感 in じで Fallout なんか話してるっ 76 with the ぽいです pit ね。 and your ability to continue to push the boundaries in an online game of story and meaningful player choice, and as you're going along, making decisions that kind of matter and have a real impact, I think. 確かにチカチカするけど、 is 少しは言 important ってることが理解で in the きるようになりま evolution した of Fallout 76. ね。 And just そうですよ honestly, how ね。 far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want, and where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look だから at 結 sort of where we 局 were そ and how の far we've come, ベセスダ and と honestly how much ね、cool stuff is in Xbox がこれ store から in も the pit. 共 It's 闘す gonna る be みた super いな fun. ことになっ Excited て to い jump くと in, 思うん and ですけ again, れど that's one of も、 those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just in the game, but what they do for each other, to support other folks in the community, what they have done to raise funds for 76のコミュ worthwhile ニティの話 causes. してるの Like, か。 it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly, one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I got to say, watching the trailer, この左の方は全く笑わないですね。 different locations and just seeing the difference お、 between スターフィー that ルド。 moon versus the populated city, just amazing. The dog fighting, just everything was so awesome. The team really outdid themselves. It's one of those things about a Bethesda Games Studios game that I always love, and it's まあ been ここ the で case honestly ベセ since スダを褒めとく I かみたいな。 worked on Morrowind and Oblivion and all those games that you know we talked about, and for every single one, you cannot pin まあ確かにス people ター down フィール to ド oh, は it's about すごかったな、 this, 本 because 当。 it's not like ultimately what those 沈 games 黙してただけあっ are て、 massive sandboxes さ where すが they にゲー give ムプレイ players 映像を just 見るとやりたくな ridiculous りますね、 amounts ス of ターフィール freedom ド to はね。 say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying you have to do these things, and like, no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 planets so you can completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out what is fun for me. Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to, you know, build outposts and gather resources to build more cool stuff? The team really puts all of those tools in the player's hands and step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Speaking about the scope of everything, Todd said that this is what an epic RPG is. What does Bethesda define an epic RPG as? I think, again, it's sort of leaning into, look, there's a lot of folks who take a lot of different approaches on what does an open world mean. And Bethesda Game Studios always pushes themselves to the most freedom and least limitations, right? Where the items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my Lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me. And like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number of ways that they push for you to explore that, right? It's not just one, it's, you could spend thousands of hours doing nothing but shipbuilding and like focus that as all you're about, and that's okay. But you could also be about exploring every planet and finding all of the good, and that's okay. Or you could just play the main story and be like, I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but you know, I want something that sort of leads me through, because I'm a little, you know, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic, because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do.
we're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems or choose to spend your time in this world we've created. I love that. And what you said about, those moments that maybe you experience that I don't, like those are some of the best moments if I think back to playing RPGs when I'm discussing with my friends. Oh, did you see that? No, I didn't see that. Where did you see it? And having them go out and find it. So I think that's going to be one of those things. We talk about that a lot, that sort of water cooler moment. Exactly. Of like you come in the next day and you talk to everybody about what you did and you were like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing. And you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made you didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Like, you can do that? Like, oh yeah, you can do anything. Like that, I think that is a special part of a Bethesda Game Studios game. And when we say epic RPG, we mean all of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships. So I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. That seems to also be, in addition to exploring and everything, that seems to be another huge focus of the game. Absolutely. I mean, look, if you look at a game like Skyrim, which, like, everybody's played Skyrim at this point, it can, a combat is a big part of that. Unless you decide it's not. Like if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing and I just go off and pick flowers and make potions and like live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, shooting at you. Sometimes you got to return fire and there's a lot of fun to be had there. And so, providing a lot of different skills that sort of determine how good you are in combat, combined with all the different weapons in the game, and then you layer in ship combat and all of these other things, it starts to sort of UBI の方も気になりましたね。今、朝こり15周年記念やってますので、15周年か。朝こり記念ね。It's so impressive. And you touched on it a little bit, and I want to talk about it because this was one watching the video, the demo. What I saw, and it really caught my eyes around the ship. しかも UBI ソフト Steam に戻ってくるんじゃないかっていう噂もありますしね。There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this or look like that, though obviously that's totally a thing that you can do if all you care about is cosmetics. But it goes much deeper than that in terms of like what kind of shields you have, what kind of weapons you have, like what kind of ship are you building? What do you want it to be good at? What trade-offs are you willing to make or not? And then the other part of it is, of course, well, you can't just like, it's a spaceship. Those aren't cheap. So you have to figure out like, how am I going to do this? Where do I get the resources to build this stuff? What kind of, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, what I could do without those skills? So there's a lot of, again, choices in terms of you get to decide that, how much you want to put into that or not. Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it? Absolutely. I mean, just as you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just we got a few games coming. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. 作成者から聞いてみましょう。奈良かブレードポイント。大家好，我是永劫无间制作人关磊。We are glad to share Naraka Blade Point, a unique online multiplayer action game with players all around the globe. As a NetEase studio, 24 Entertainment is joining hands with Microsoft to bring Naraka Blade Point to consoles for the first time. You could play the game on Xbox Series X パートナーシップを結べたことが光栄ですみたいなね話をしてますよね。We're also joining Xbox 社交辞令ですよね。まずはね。platform with a huge player base and a vast bright future. Incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters with unique personalities. Each hero draws from different civilizations and cultures. Battles allow for a great degree of strategic play. You've got a wealth of melee and ranged weapons to choose from, and a vast map filled with interactive elements to explore. Perhaps you'll engage your foes in samurai combat, katanas at the ready,
Or maybe you'll use Persian assassin techniques and strike from afar. With your grappling hook, you can fly between temple walls and across bamboo forests with ease. Beyond solo endeavors, you can also party up with friends and use group tactics to flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy, that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soldiers and change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass destruction. 奈良川は何も書いてないな。新武器、相当と PVE モードが、PVE モードが実装されて、その PVE を多分今説明してますね。バトロワもあるけど、PVE もありますよって。Because you're able to edit your hero's features to your heart's content. You can even recreate your favorite faces. As we approach Naraka's first launch anniversary, we're introducing a brand new weapon, the Twin Blades, releasing together with the Xbox and Game Pass editions. Twin Blades strike with the speed of a raging tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the Twin Blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a flurry of combos on foes. Since its release, Naraka Bladepoint has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited-time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player base, and we're happy to announce that the wait is over. Players will see the first chapter of our campaign mode. Form teams of 3 to take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. 新しい敵は大規模なだから結構ボス戦みたいになるのかな。中ボスとか。なるほど、なんかすごいえげつなそうなボスでしたね今ね。戦いがいのありそうな、はい、そういう PVE モードが実装されるっていうことですね。ゲームパス付き。まあ確かにな、これは面白いですよね。奈良の世界。History is filled with moments of greatness. Some well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? ああ、これはあれですね。違う。Would you listen? How would you lead これじゃない。 in this new world? あら、ヒストリーアントールドじゃない。History is filled with moments of greatness, but these will be yours. これはでも Steam で出るのかなね。そうだね、やっぱりね。I'm excited to welcome our friends from 個性的な人だな。 for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara History Untold. オリジナルの歴史が作れる系のストラテジーゲーム。Studio, we are really excited to be here and finally be able to talk about Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara,
And I have to say, こんばんは。 I'm a really, really big history fan. I love つの me さ some ん、 history, つのさ so ん、 I've been つの looking さん forward こん to ばんは。 talking to you two about this. Now, we all know this is not your first strategy game, but the vision behind Ara is so ambitious. So イン tell タ us ビュアー more が個性 about 的 it, だ and な。 also for those who are new to Oxide Games, we would love to hear more about the studio as well. So, Oxide Games was founded 9.5 years ago in my basement, actually, from the development leads of Civilization 5. And our goal is to push strategy games to the next level. And what's really great about working on a new IP is that you don't have kind of these previous expectations that a sequel would have. And so the sky really was the limit, and we got to really take the genre to a new space. And we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well. こういう感じなん So だ。 take it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like 情熱的で if す you're ね。 someone と who ても really 情 enjoys 熱的 history, な it's bringing like 感じです all ね。 the みたいな。 worlds 魅 together, 力的 all で the すね。 periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed 斜め見下ろし in a の visual 本 way. 当王道 And so you're 単 going 性 to ストラテジー see って感 your じなんですね。 citizens doing things that reflect the choices that you've made. And this is actually really challenging. So one of the シブライ系かな、 goals シ when ブ we ライゼーション founded 系かな。 Oxide was to not have to tell the designers, no, you can't do that thing. And so the game is obviously huge. It's just massive. And so it's a very large technological constraint from doing something like that. So we have our own proprietary engine that allows us to really bring this alternate Earth to life. I think that's the beauty, right? Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes. But the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. So let us know. 歴史を Where can we learn more about it? 書き直せるっていうことの魅力が And when can we get our hands on it? 'Cause I need it いいですよ today. ね。そこが一番 So 惹 if か you れ head ま over し to た the みたいな website, ね you。can sign up for the Insider program, which will give you a chance to join the technical alpha and play the game later this summer, which is super exciting because we've been playing it, all the time, and so now you'll have a chance to play. Dan, Michelle, thank you two so much for giving us the lowdown on Ara. Really appreciate it. Thanks for having us. Grounded is finally leaving early access and moving into full release with a highly anticipated story mode. Here's Adam Brennicke and Eric Dorabella from Obsidian Entertainment to tell us more. What can さあ、 players グラウンディッ expect ド。グラウンディッ from ド the 来ましたね。 1.0 launch of Grounded? The big one, of course, is going to be a complete game. これはフルリリースですね。 Right? From beginning to end, you can play through, why are you here? Who put you here? Yeah, exactly. And how are you going to get home? I think those are like the big questions that people are asking about Grounded. Originally, we really just wanted to make a survival game. まあもうすでにこれ2年前に配信されて非常に好評を得ているエボシディアンのゲームなんですけど、サバイバルアクションアドベンチャーなんですけど、まあ小人とですね、ワクワクするような虫たちの闊歩する世界を冒険するゲームと、ストーリーも完成された状態で正式リリースされると。はい、子供の頃考えたことありますもんね。スモールライトで小さくなったら畑や家の庭はどういう風に映るんだろうって、それです。The team is very small. It's the smallest team I've ever worked on at Steam ページもあるので I 確認 wanted してみてくださ everyone い to be able ね to。participate on the design side of things. So I said everyone is a designer on the team. And I think that extends into our オボシデ community ィアンってこん and な how we're 開発 building 環 the 境なんだ game ね。 in game preview and early access. 立ってるよ Probably one of the みん big な。 successes of the game is how close
ありましたね、映画でもね。 I think it's super rad. あれ何だったっけ、ありましたよね、子供向けの映画ね。 And all those adjustments just make a much better game at the end of the day. 子供の頃その、人間は等身大なんだけど、アリがなんか薬かなんかででっかくなる映画見て、なんかちびったわ。怖かったこと、怖くなったこと思い出した。なんか I think I know what you're talking about. I cannot wait to see players' reactions. I know a lot of players are just waiting. そうですよね。ドラえもんがやっぱり思い浮かべるのかな。スモールライトがね。そういう映画もありましたからね。ドラえもんの映画ね。小人で行く映画ね。アリが大きくなる映画知ってます？あれ怖かったな。But in this trailer, we're showing players the mantis. What can they expect from this? So we're super excited to finally show off the mantis. だからグラウンディッド今送客説中なんですけど、フルリリースされるとストーリーがしっかりしてくるよと。カマキリさんも出てきますよと。あ、放射線 X そうかな、ありですかね。そうなんかありましたよね昔ね。タイトルは忘れたけど、多分それですね。Steamページ見てみましょうか。When we reached 5 million players, that was already super crazy. And then we hit the next milestone of 10 million players still being はい、これですね、日本語非対応になってるんですけど、2022年2月2日のアップデートの日本語対応してます。なぜここを更新してないんだっていうのは疑問ですけども。はい。同時接続2700、またちょっと上がってますね。で、ストーリーをクリアするだけだったら12時間ぐらいですね。で、おまけを全部やると32時間かかりますよってことが、How Long to Beat の調査で分かっております。3132円ですね。I agree. Best community ever. Yeah. はい。セプテンバー2022アリアクセスを抜けます。9月か。さあマイクロソフトフライトシミュレーター来ましたね。はい、これはですねマイクロソフトの40周年記念として2022年11月リリース予定のフライトシミュレーターです。だから今マイクロソフトフライトシミュレーター出てるんですけど Steam で、それとはまた別に40周年記念作品として出すスタンドアロン版になると思うんですけどね。ダウンロードコンテンツとかじゃないと思うんですけど、はい、スタンドアロン版のフライトシミュレーター。はい、で、これはまだ Steam ページはないのですが、トレーラーの最後に Steam のロゴがあったので確実に出ますと。でスミソニアン航空宇宙博物館とのコラボとか過去のバージョンで出てきた名所などを飛べるということで、まさに記念作にふさわしい全部入りの出来になっていると。はい、優雅に飛んでいるように見えますが結構むずいと。なんかこう成功している景色を楽しんでいるフライトの場面だけが PV に出るので、でも失敗もありますからね、もちろんね、ゲームですから。はい、ですでに Steam で配信中のマイクロソフトフライトシミュレーターでは今ヘイロー、インフィニットとのコラボのダウンロードコンテンツがあるということですね。そうですね、マイクロソフトも20年の展望とか言ってましたけど、この間だいぶ変わりましたよね。そのどのプラットフォームでも人が集まっているところに私たちはゲームを置きますよみたいなね。それが Steam であれば Steam に置くしみたいな話してましたよね、社長が。向こう20年は多分 Steam でも出してくれるんじゃないかな。自分は大歓迎ですけど、ね、昔は出さなかった。確かにそうかもしれないですね。ブリザードの買収
収、そうですね。ブリザードの買収は大きかったですね。今年か去年末か今年か、一番大きいニュースでしたね、あれ。めちゃくちゃお金に物を言わせて買収してましたからね。そう、Steam もここ数年でメジャーになってきましたもんね。その通り。はい、Xbox スタジオでね。お、あ、ゲームオブザイヤーですか。まだね、そのフライトシミュレーターのね、ページ来てないんですよ。あ、まだもうちょっと先ですからね。そう、だからこの Xbox を取り巻く環境も変わってきて、もともとでも洋ゲーとしては親和性が高かったと思うんですよ、Steam と。もともとね、Xbox そのものは。でもなんかこう、マイクロソフトの方針としてあまり関わらなかったと思うんですけどね。でももう今や、もうこのホームページを見ると、めちゃくちゃね、ラインナップありますもんね。You know, I keep saying amazing because this place is amazing, and just like Flight Sim, it just keeps going. でも本当ブリザード買収が大きかったかもしれないですけどね。Like the Concorde here. We've been doing a major update ever since we launched every month since August 2020, and just today we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. The United States, and it's huge. We have a dozen cities, a new height. これすごい綺麗だよな。やっぱりこのマイクロソフトの技術の結晶みたいなフォトリアルな街中を飛べるということで、めちゃくちゃ綺麗ですよね。やばいっすよね。So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have two more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. 記念作品として素晴らしい企画を私たちは用意してますよと。40周年無駄にしないですよみたいな。And we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. 古いものを復元してるんだ。へえ。だからこう昔のものとかも復刻するんでしょうね。And then the last one is we bringing, it's the biggest deal for simmers, a brand new real-to-life airliner, the A310 from Airbus, by a brand new partner called Inibuilds, a great development team. In fact, of the 10 planes we're bringing, most of them are created in collaboration with third parties. So it's a really cool way for us to integrate with the この実際のなんかね、航空博物館に行って、これスミソニアンかな。それこそスミソニアンかもしれないけど。あ、スミソニアンかもしれないですね、これね。言ってますね、スミソニアンって言いましたね。博物館からの生中継みたいな。これもまあ楽しみではありますよね。さあ次はこれすごいのは続いてるところですよね。ゲーム紹介がなんか次の人を紹介するみたいな。私は ED ですちょっと笑ってしまったな。さあ次はaquí para disfrutar del mejor día de mi vida, el día de la Xbox, que estoy muy emocionado. I came in Madrid just yesterday to be here in FanFest Xbox, and I'm so excited. Estamos aquí en Madrid para ver. 花子さんいらっしゃい。Como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Me ha encantado y no me lo podía perder. Este es un evento único. お、コジマッチ。あ、現地でもこうやってライブストリーミングしてたんだね。パルパルさん、個人的にはコエテクのタイトルが、あ、確かに
仁王系なのか無双系なのか気になる。仁王寄りならやるんだけど、まあ確かにね、1対1戦闘系か、チャカ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 、大勢倒し系か、全然違いますからね。まあ、チーム忍者だったらどっちも可能性ありますよね。確かに。忍者外伝っぽい。さあ、次はなんだ？ Action adventure comedy Metroidvania first person shooter that is nothing at all a little bit ファーストパーションコメディなんだろう。これはエイリアン FPS これかな。これですね。カラフルな街をカラフルな銃で所持しながら冒険する FPS。Steamページ登場してくれると思うんですけどね。で、海外アニメリック&モーティ制作チームも開発に参加しているということですね。これまだ来てないよね。来てるのかな。あ、来てないですね、まだね。I lack all the skills needed. You don't know how other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, like that's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play, and that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games, and then. We shipped Trover and we shipped Accounting Plus. なんかこのちょっとローポリっぽい、ローポリっぽくはないか。Dream game. This is like our real. なんかちょっとこのね、ノーマンズスカイの色使いって多分賛否あると思うんですよ。カラフルな。ノーマンズスカイ系の色使いね。落ち着きのないというか、これをカラフルと肯定する人もいれば、ちょっとなーっていう人もいるじゃないですか。Who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs, and you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're gonna go after, like it opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the visuals? Yeah. So we spent a lot of time kind of constructing and creating these awesome alien worlds. Myself and わあ、綺麗なアートスタイル。 director, him and I worked like a ton on the sort of art direction of the game. He really kind of landed in this space, which was kind of Blade Runner meets the Muppets. このキャラデザなかなかいいですよね。 Especially our aliens. And then each world is its own kind of unique flavor, right? I think some of the ideas came from very カマキリをモチーフにしてるのかな。 Awesome alien like drug den spa on an asteroid. And yeah, what makes me really excited is the sort of really clear and like it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Earth, but they've evolved to be just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be rescuing them from this evil alien cartel, and together, you got to stop the bad guys. And get more Gatlians. Yeah, collect more Gatlians. Yeah, a lot of players are going to have very different experiences depending on what gun they 色味がトイザらス。そうなんですよ。色味がトイザらス。なかなかいい表現ですね、花子さん。そうなんですよね。そう、世界観も面白そうですよね。確かに。ちょっとサイバーパンク2077的な街並みもあったりしつつ、都会があったりしつつ、でも多分 SF 系の惑星のなんか感じもありつつみたいなね。このグラップリングフックでこう手繰り寄せたりとか、なかなか本格的なパルクールも楽しめそうな、うわぁ、グロい感じ。Well, now I can. I love that stuff. I love like edge casing and like. That's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way, and then you have an answer for that for them. That is like such a memorable and amazing moment.
it's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had. For the You can most skip part. it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, Yeah, some if you're of like the a big coolest... dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Hmm. これはこれはなんだ。あー、プラグテイルだ。プラグテイルですね。違うかな、違うな。あ、これあれか、ダスクだ。恐ろしいな。恐ろしい親父だな。え？何何？いきなりの宣伝？え、こんなのあったっけ？見落としてた？あ、ペンティメントか。ペンティメントか。なんか今いきなり CM が入ったような気がするな。違うゲームでしたよね今ね。テキサスチェーンソー。え？はい、これはオブシディアンの最新作ですね。16世紀のバイエルンを舞台にしたナラティブアドベンチャーで社会が大きく揺らいでた時代を旅芸人の主人公の視点で描いていく。日本語非対応なんですよこれね。But also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. When I saw narrative-driven games with really distinctive art styles, I was inspired to make a historical game that focused on the unique バイオ7の元ネタ的な映画。そうなんだ。was really driven by the relationships between characters and the stories that played out over time. Hannah Kennedy was really integral to defining the art style of Pentiment, especially blending そのテキサスチェーンソーがそういうことね。なるほど。さっきのちょっと宣伝で入ったやつね。Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material. うわ、綺麗な。アートワークでしたね今ね。綺麗なというかなんかコンセプトしっかりしてそう。From the beginning, I knew that I wanted to portray a community that changed over time, which meant that characters are changing over time. That's really the focus of everything. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like 確かにカニバルっぽかったですね。チェーンソーで追いかけてるところとかね。I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of どういう感じなんですかね。ナラティブアドベンチャーっていうジャンルがよくわからないんだけども。なんかこういうあれなのかな。ちょっとあれっぽくないですか。RPG 3まで出てる RPG あれなんだっけ。忘れたけど名前が出てこない。そのものです。カニバルそのもの。なんか終わってしまったわ。さっぱりわからなかったけども。まあでも自分がわからなくてもね、流すことに意味はあると思ってますよ。これはこれはあれかな。
ダスクかな With As Dusk これ Falls, かな what we're trying to do As is to Dusk make Falls か a な brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. So people who enjoy films, people who enjoy TV series. It's also a social experience and about sharing these stories with the people you love. I think we should stick to the plan. Yeah, stick to the plan. I took my inspiration from まあちょっとライフイズストーリーっぽいなと思ったんですが、 I really love Dog Day Afternoon. アリゾナの小さな町で30年間にわたる2つの家族の関係性が描かれるというインタラクティブドラマというジャンル。1999年の強盗の失敗から始まり、裏切り犠牲といったストーリーが展開する。これ分岐えげつないんですよね。確かに分岐がえげつない。 When you lost your job, this wall went up, and I missed you. Okay? The game deals with very mature themes that you don't normally find. なんかだからすごい本当に選択次第でいろいろありそうな感じですよね。 It's like an interactive story, but with the power of video game behind it. I only gotta yell, and my brothers will come. Now hold your horses, young man. I think you should at least listen. なんかでもこれゲーム画面じゃないですよね。Mainly structured around a hostage situation in a motel in the middle of the desert in Arizona, so it's a pressure cooker. You want your wife to live? Answer and do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much このパラパラアニメみたいな感じでゲームが進むってこと？違うよね、多分ね。そうなのかな。 It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it, and then you get to like different story and different ending, and you feel like you're actually achieving something and shaping the story. 別のストーリーに異なるエンディング。ああ、やっぱりなんか分岐は多そうですね。 I don't know. What would you do? I'll try to. And at the end of the game, こういうなんかマルチエンディングのゲームとか好きですか、皆さんは。 the player themselves, their values, and the way they interact with the others that they played with. I think for me, one of the really important things was that this art style could tell lots of different types of stories. We want to take really beautiful sort of クアリーなんてのも出たし、マルチもできる分岐型アドベンチャー増えるかな。シングルしかやれんけど。 嫌いじゃない。おお、パルパルさんは嫌いじゃない。そうだよね。なんかこう、ネタバレを見たとしても、自分がそういう選択をしない限りは、ネタバレにならないですからね。だからまあこういうのは、プレイヤー次第で行く通りもエンディングが見れるからいいのかもしれないですよね。You discuss, you make decisions, and majority wins. It's like お、 each マロさん player も好きです。 is like a voice in the character head. Are you taking the money this time? クアリーっていうのも出たんだね。マルチもできる分岐型アドベンチャーってすごいな。 I can't believe we're just like so close, touching distance to this game. Yeah, I'm gonna miss it. まあ分岐型アドベンチャーだからこそマルチができるんでしょうけどね。リニアな作りだったらね、マルチ意味ないですもんね。 As Dusk Falls さあ次はおっとなんでスライムランチャー2が出てくるんだよ。いやいやいや、まああるけど昨日言ってなかったじゃん。Steamページあるけどね、2022。 まあクアリーはアンティルドーンのリメイクっぽい。へえ、アンティルドーン出た。アンティルドーンって出ないですね。なんとかの山荘でしょ。あれで伊集院光さんがね、ラジオでアンティルドーンをやったっていう、なんかツッコミどころ満載なホラー
アドベンチャーだったわみたいな話してましたけどね。Until Dawn。伊集院さんのラジオもな、最近聞いてないな。深夜のばかりきね。ゲームをあの人するので、ゲームのね、レビューとかもしてるんですよ、ラジオで。それがね、大好物で、一時期よく聞いてましたね。あの人結構 Xbox 畑ですよね。あの後、同システムシリーズは3作。へえ、そうなんだ。3作ぐらい出てるんだ。Until Dawn。Until Dawn とかも出るのかな、Steam で。なんでいきなりスライムランチャーが出るんだよ差し込んでくるな。でもなんかすごい、それこそ本当にノマスカの世界観ですよね。スライムランチャーもな、実は実況配信しようと思ってたんですけどね。面白そうだから圧倒的に好評だし、結局やらずじまいだったな。そういうの多いですよ、自分。結構やろう思っていてできない実況ってね。さあ次はなんだ。この時点で分かったら天才だろ。さあ皆さん、ここでゲームが分かったら天才ですよ。さあ当てましょう。パスポートを持って出かける。なんだこれ、この寸劇は何なんだ。まさかのレースゲー？違うよなメルボルン。フォールガイズ？フォルツァ湧いたな。まあフォルツァとかはナンバリングもあるからみんな期待しますもんね、最新作とかで。海外の人ってレース好きですからね。モータースポーツ好きですからね。日本ではピンとこないですけど。はい、今日はここで寝ます。おやすみなさい。そうですね、もう3時ですもんね。これ多分4時ぐらいまでやってるんでしょうね。おやすみなさい。ホットウィールかな。ホットウィール。はい。昔エキサイトバイクのモトクロスのファミコンがあって、そこで自分でコースを作れる機能が搭載されていて、友達と一緒に遊んでいた記憶があります。それから30年が過ぎ、フォルツァホライゾン5拡張ホットウィールズでは、空中を疾走する爽快なコースを80以上のトラックパーツを使ってデザイン構築し、友人たちと共有ができると。時代は変わったなと。10台の新車も追加されます。ホットウィール。Steamページもありますよ、ダウンロードコンテンツね。
ジュライ19、7月19日に配信されます。来月19日ですね。エキサイトバイク、懐かしいでしょ。あれが元祖じゃないですか、レースをエディットできるのは。The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes is breathtaking. We have the rugged Giants Canyon, where you'll hear the growl of your engine bouncing back off the intricately detailed rock formations. IGN に動画出てた、ウーロン・降臨ダイナスティはステージ選択型の死にゲー、ゲームスピードはニオより速く、忍者ガイデンよりも遅い。あ、そうなんだ。Visually stunning and exhilarating Horizon Nexus, where the Horizon Festival is suspended among a web of Hot Wheels tracks. ステージ選択型の死にゲーか。じゃあストーリーが合ってないようなものなのかな。そのステージ選択型。面白いコンセプトですね。You can then share your creations with the entire community for players to discover and play. We are anticipating our community building an ever-evolving catalogue of new player created ちなみにまだ、あ、でも2090円。They all sound absolutely incredible, Mike. But I'm going to ask you the most important question in the room. 金額も決まってました。Yes. So we have 10 new amazing cars coming to the pack, including 4 new Hot Wheels cars, which have been scaled up to real-life proportions. We have the Diora 2, the Bad to the Blade, the Baja Bone Shaker, and the Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro. そこまでは仁王と一緒なので、ストーリーしっかりあるかも。あ、そうなんだ。なんか、それだけを聞いたらストーリーが合ってないようなものと思ってしまいますね。ステージが選択できるんだったらね。Their speed is unlike anything we've seen before. So we know Forza Horizon 5 fans naturally love co-op. So how is that continuing in Hot Wheels? So in a first for Forza, you can join up with your friends and play from the very ああ、なるほどね。確かにね。そうですよね。舞台三国志ですもんね。もう飽きるぐらい語られてきましたからね、三国志はね。You can also choose to take on the world in Horizon Open or team up with your friends to take on a team of drivatars in the Horizon Tour. Ooh, I absolutely love that. Final question now though, when can we expect to play? Yes, so Forza Horizon 5 Hot Wheels releases on July 19th on Xbox Series X and S, Xbox One, Windows PC and Steam. Mike, thank you so much for joining me. This has been so much fun and I cannot wait to play. さあ次は、はい、フォールガイズ。フォールガイズが出てきたよ。ただフォールガイズはここにはないんだ。差し入れてくるな。フォールガイズ見ておきましょうか。フォールガイズ。あ、終わったわ。あ、まだ終わってない。フォールガイズ基本プレイ無料になるんですよね。
Now onto our next block, pun intended of course. Minecraft Legends is the おっと、マイクラレジェンズ来た。 you never knew you needed. I'm here with 忙しいな、マイクラレジェンズ。マイクラレジェンズ来ましたね。 Minecraft Legends. Dennis, welcome to the show. Thanks for having me, Malik. So happy to have you. マイクラレジェンズね、もう Steam ページあるんですよ。 Minecraft as a whole though. That game, I have nothing to back this up, but I feel like everyone on the planet's played Minecraft at this point. はい、各種のユニットを指揮して美しい世界を突如侵略してきた敵と戦うマインクラスピンオフ作品であり、初のリアルタイムストラテジーでもありますと。マイクラがスチームに来るなんて時代ですね。ジャンル的には好きなので楽しみですと。もともとキャラはローポリですし、大量に表示させても問題ないので、意外とマイクラにリアルタイムストラテジーと相性がいいかもしれませんと。Minecraft Legends is an action strategy game is set in the Minecraft universe. And in order to build this, we really wanted to partner with a great company that understands strategy games. And so that's when we reached out with Blackbird Interactive. And in doing so, we were able to create an experience that is welcoming for people who may have not played Minecraft, but also people who have. And I mean, you've seen the trailer. It's about going and traveling through these beautiful biomes, exploring this world that is beautiful biome, yet still mysterious. And so as you explore these lush biomes, you collect resources, and then you use those resources to build defenses from these dangerous but very cute piglins. And in those offensives, you're able to fight them back and send them back to where they come from. And you know what? You're going to probably want to build some alliances with some unexpected friends because they're going to help you actually defeat the piglins and send them back to where they come from. I'm looking forward to it, and I love what you said about trying to make a game that's both for fans of Minecraft that exist and new fans coming in. Minecraft can go in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang なぜそのアクションストラテジーというジャンルを選んだのか。 And action and strategy were the most popular ones that came up, and so we started to think about who we could partner with. なんかコミュニティでそういうのを楽しんでるケースがあるみたいな。 And that was back in 2018, and the project was codenamed Badger. まあマイクラなんかコミュニティありきのゲームですからね。どういう遊び方をされるかでユーザーが主導でいろいろね、開発者がこうアイデアをもらうみたいなところもあるでしょうしね。 And really that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and we built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters. And a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry any more. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us a lowdown. Thanks for having me. What up, everybody? It's your boy Kirsten, aka K Von Doom, and we're here at Xbox Fan Fest. We got a whole lot for y'all to check out, so let's get it in. They asked me what year Halo came out, won this sweet jersey. I couldn't believe when I was here on site that I would get to meet the real Master Chief. Experience here, out of this world. It was really cool to see. I'm gonna go get my nails done because they have a nail station and these things need to be painted. Redfall looks dynamite, and come on, Diablo 4. Oh, it's so. Why are you so gruesome? All bloody things. No, but it's great. I love it.
What a day ネ we イ had ル today. ステーショ Thank ン you があるな。 everybody for showing up to Xbox Fan Fest Toronto. Had a lot of fun, saw a lot of games, great experiences overall. We'll catch you in the next one. さあおシルクソングタイニーキングスパイダーヘッグパーフェクトデイ面白そうなインディーゲーム いろいろ出ますね。ダイナマイト大好き。I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox. Sarah, it's so great to have you. It is awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you and your team just announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft. I know. I love these project names. I wish they would just let me name it, but Yeah, they just won't. say it. I know. No. They won't. Can we change that? Well, look, we were sitting around as a team and we were thinking about some of the things that we've always loved the most about the gaming industry. And one of them was, remember when you would go to like a show like PAX or E3, and you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it and have it create for creators that opportunity to engage with fans early as they're creating their game, and also for players to get to experience something that they're really anticipating. And so that's what we're going to do. We're actually going to have a program that enables developers to take a piece, a level of their game, and put it into Game Pass so that they can get that great feedback and players can engage with them. And we know it's a lot of work sometimes for developers to do that, so we're also going to compensate them for their participation in the program. I'm so excited for what's going to come when we launch that. I think the one thing that we all miss is that connection, right? And now that we are able to come back into conferences and stuff like that, we still need to deepen it, because by deepening that connection, you're diversifying the voices, and then that in return helps to diversify the games and bring diversity into games. Completely. So how will Microsoft help to further that front?
Yeah, we think about it all the time, frankly, as Microsoft, as Xbox, in my team in particular, because creators is core to everything we do. You know, if you think about a game, it enables you to experience a perspective, a point of view, in a way that is deep and immersive, unlike any other form of media. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We've actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. And the other thing that we did this year is, for the first time ever, we actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity, because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com, you can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started. And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another great way. And of course, if you actually want to get involved in the industry, all companies are great, but I highly recommend you check out coming to work at Xbox. I'm biased, obviously. I mean, hey, you have every right to be so. Sarah, thank you so much for joining us today. And also, thank you to all the viewers for tuning into Extended. We've heard from so many amazing developers on today's show. Now, before we finish, is there anything else you'd like to share with us? We were talking earlier about the importance of people being able to tell their story through a game and how incredibly powerful it is. I mean, when we were talking about that, I was thinking about an experience we've had as a team that's been very touching for me. So, you know, a couple years ago, we started really consciously extending the depth and breadth of content that we have in the Xbox ecosystem. And it was through that I got to know the team making Stalker 2 really well. And I actually got to intro that game last year in the Xbox Game Showcase, and it was just incredible. And you know, the thing was, when I was looking at that game last year, and I was looking at the story that they were telling, and they were talking about the beauty of the land and their dedication to their culture and their country, and I thought, wow, this is a cool game. This is a compelling story. But sitting here today, you know, recognizing that that team is Ukrainian, they were based in Kiev, looking at that story and what they were showing to the world just feels entirely different, in far more poignant and visceral to me. You know, this is a team who's talking about their culture, talking about fighting for the existence of being a nation, of being a people, of having their own language. And now we all, as a world, have gotten to see how tenuous that in fact is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the opportunity to uplift their voices and to let their story be told through a gaming experience, especially knowing what we know now about the situation in Ukraine. And as part of that, they actually shared with us something that they wanted us to share with all of you today as part of the show. О, столько. 1-1-3. Есть.
здесь кипела работа, идеи, она не останавливалась. 3 месяца назад началась война России с Украиной. Шок от рабочий день начинается в тревоге. Сейчас сильных обстрілів. Ми біжимо в укриття. Це переноска для мого кота, який загинув ще в перший тиждень війни. Выходишь вечером, сирена, выходишь днем, сирена. Днем еще работать надо, поэтому особо не выйдешь, а вечером все время вот так. Це моє робоче місце. Вже 3-й місяць я живу і працюю в коридорі. Зі мною живе одноокий пес, врятований з-під обстрілу в Гостомелі. Зараз мені важко писати квести про війну, коли вона йде навколо. Так работает в перерывах между сиренами і волонтерськими задачами. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр. Я являюсь сотрудником компании ЖСК. Я с Мариуполя. С начала боевых действий была потеряна связь с моими родными и близкими. И это непередаваемое, ужасное чувство, когда ты не знаешь, живы они или нет. Я Дмитро Ясенєв, розробник Сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Із зброєю в руках захищаю свою країну від російської агресії. Привіт, я Макс, наративний дизайнер гри Stalker 2. Після перемоги я до неї повернуся. Побачимось на релізі. Слава Україні!こうやってちょっと間に新作ゲームを差し入れる感じですよね。Last question, Dr. Dallin. これは Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we would listen. The zone has remained stable for years. Besides, we didn't establish the most advanced institution in human history without first guaranteeing its safety. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? 黒死病かな。 The injured were evacuated. I remind our listeners that a similar incident happened in our region quite recently, ruining homes and livelihoods. However, city officials urge people to stay calm, assuring them the situation is totally under control.あ、ストーカーか。ストーカー2だったわ。ここに来て、ストーカー2はちなみに、ありましたね。チェルノブイリ。ハート・オブ・チェルノブイリ。2022年12月。あ、これ入れてなかったかな。後で入れとこう。ストーカー2。これは、予約購入始まってますね。7950円。
インターフェース字幕日本語あります。あれ Thank you for watching? 終わっちゃった？マジか。ディアブロ4とかまさかの終わっちゃった？まだディアブロ4とか不思議の国のアリスとかチーム忍者の新作とかペルソナとかエレバンシャドウレガシーも全然何もやってないじゃん終わっちゃったよ。終わっちゃったよ。マジでThank you for watching マジか。終わっちゃいましたね、皆さん。マジかよ。ちょっと待ってくださいね。今、ちょっと、しょうがないんで、終わっちゃったらしいんで、改めてちょっと整理しましょう。マジか。ちょっとびっくりですね。掘り下げてないやんっていうね。だからあれ、最後のまとめのインタビューだったんですね。マイクロソフトのなんか責任者みたいな人の。はい。結局、まあね、主なタイトルしかなんかなかったような気がしますけれども。はい。プラグテールとかもなかったですしね。フォルツァモータースポートあったか。オーバーウォッチ2もなかったですよね。アーク2とかもなかったですしね。スクーン。なんか消化不良的な感じですね。はい。まあ、ゆくゆくね、また、どんどん、こう、続報は来ると思いますが、ディアブロ4とかもやってほしかったんだけどな。ねえ。で、ウーロンは、なんか、さっき、ね、ちょっと、見てました、言ってましたけれどもね。誰か、パルパルさんが言ってましたけど。コクーン。で、小島監督の新作の発表、ペルソナ、なかったですよね。ただ、これ、ペルソナもなんかアトラスが出してるっぽい。さすがにまだ出してないですね。はい。ペルソナね。まあ、スターフィールドは最初にありましたね。このステルスアクションの続報とかもないですもんね。奈良変わりましたね。はい。なんか中途半端な感じになったような気がしますが。はい。長丁場ありがとうございました。お疲れ様でした。なんか、消化不良な感じがします。で、ちょっと最後、じゃあまた改めて言っておきますが、最近ちょっと、これ以外にですね、自分の Steam おすすめサマリー内で記事を配信しておりまして、お疲れ様です、麦ごはんさん。お疲れ様でした、パルパルさん。2022年下半期配信予定の主な Steam ゲームっていうのも、まとめてますし、2023年に配信予定の Steam ゲームをまとめてます。はい。ね、こう、まだ2023年なんて半年後なんですけど、もうなんか2023年開発のゲームが、Steam ページが来ててね。はい、ホムラ姫とかね。はい、これもなんか期待されてる方おられると思いますけど、はい、こういう、ちょっと簡単にまとめたもの。なんでこれをするかというと、やっぱり Steam ページへのリンクを貼ることによって、やっぱりウィッシュリストに入れたりとか、期待を高めたりすることができると思うんで、こういう記事を作ってるんですよね。まあその一つ一つの記事、ゲームのレビューとか解説は少ないんですけど、なんかこういう年表みたいなものがあったらね、便利かなと思ってやってます。
はい、またご覧になってみてください。で、今、Steam フェスの体験版が、ちょっと昨日の朝ね、動画上げたんですけれども、来てますよね。で、これもね、どんどんやっていきたいんですけど、ちょっとね、どれだけ体験版遊べるかどうか、今未知数です。ひょっとしたら少ないかもしれん。自分のウィッシュリストに入れているものとかは遊びたいなと思ってるんですけど、はい、シミュレーションであるとかね、パズルであるとかもかなりなんか面白そうなやつありますし、できればね、全然火の目を見てないようなゲームとかを紹介したいなと思うので、ちょっとそのあたり期待していただければなと思います。あんまり有名どころのゲームはしたくないなっていう、なんかそういうのが働くんですよね。こういうのってね。もちろんね、ウィッシュリストの人気の近日登場ゲーム、体験版のデイリーアクセスプレイヤー数なんかを調べてね、やることもできるんですけど、それだったらね、みんなやっぱりやってるから、もうちょっと掘り出し物みたいなのを探したいなと思っていて、それはちょっと考えようかなとは思ってます。はい。そんな感じですがね、体験版は、6月21日まで遊べるので、まだまだ先なんですけど、できるだけ遊びたいんですよね。何せ1000以上のゲームが体験版遊べるらしいんで、ちょっと年々やっぱり規模が回を追うごとに、大きくなってきてるんですが、ありがたいことなんですが、その体験版を遊ばないとどういうゲームなのかっていうのが伝わらないっていうのもあると思うんで、それは動画上げたいなとは思ってます。はい。で、あと今後としては、新作ゲームをめちゃくちゃちょっといただいたものがあったりとかして溜まってるんですよね。なんでそのあたりとかもやっていきたいと思いますし、いろいろコンテンツは充実したものにしたいなと思ってるんで、また遊びに来ていただければと思います。ちょっと宣伝になるんですけれども、ホームをクリックしていただくと、どういうコンテンツがあるのかを改めてまたわかると思いますのでね。はい。また見ていただければなと思います。はい。こんな感じで用意してますのでね。はい。毎週火曜日には、ピックアップ1週間限定セールということで、毎週開催されている1週間限定セールの中から3つをピックアップする短いショートの動画とか、初めての Steam というのは Steam プラットフォームの基礎知識から魅力まで解説していきたいと思いますということで、はい。割と人気シリーズになってます。そして、週刊 Steam 通信ということで、金曜日はセール無料情報、土曜日は最新情報をお届けしています。で、Steam おすすめゲーム丸1000ということで、特定のテーマに沿った Steam のおすすめゲームを丸1000という形で提供していると。で、ワンコインディという500円以下で買えるおすすめゲームを紹介している。で、無料ゲームを紹介している。ショートゲーム、課金ゲーム、特定のエピソードのみ。Steam には良質な無料ゲームで溢れています。その無料ゲームたちを紹介しているのが、無料なのです。はい。はい。で、進化の奇跡。シリーズに歴史あり、長年ゲーム界を牽引してきた特定のゲームの進化の歴史を知れる人気コンテンツです。人気コンテンツで自分で言うなよって感じですけど。はい。Steam 配信のゲームを中心にまとめてます。今まで、フォールアウトシリーズ、アサシンクリード、シビライゼーション、三国志、神宮寺三郎。神宮寺三郎もね、出てますしね。はい。トータルウォーシリーズとかね。はい。コールオブデューティー、テイルズ・オブシリーズ、イースシリーズ、はい、信長の野望、ファイナルファンタジー、ウィニングポストと。ウィニングポスト最近上げたんですよね。あんまり見られてないけど。はい。こういうのを上げてます。で、完成したゲーム群ということで、はい、ゲームの実況もしてます。エンディングまで到達したものですね。はい、をアップしてます。で、ライブもやってます。ライブはね、日曜日やってたんですけどね、日曜日がちょっと仕事だったりする時も出てきたので、今は不定期でこんな感じでやってます。できるだけね、アーカイブ残したり、通知をね、リマインダーで事前にちょっとこの日にやりますっていうことはできるだけ告知しようかなと思ってます。それの方がね、皆さん準備すると思うので、はい。ペルソナは、一応3件とも Steam で配信されるようなのでよかったら、そうなんですよね。なんか海外で報道されたんですよね。3も5も、今4は来てますけど、Steam で配信されるっていう
ことが海外向けに発表されてるんで、まあ多分日本語実装してくるんじゃないかなと思いますけどね。最近は海外向けに報道してもね、日本語対応してきてくれると思うので、はい。まあそんな感じで自分のチャンネルもやってるので、最後宣伝で恐縮ですが、はい、また遊びに来てください。まあ新規の方もね、いらっしゃると思うので、はい。この動画自体はアーカイブ残しますけど、まあちょっと消化不良的な感じでしたね。自分はがっかりしました、正直。ネガティブなことあんまり言いたくないですけど、がっかりしましたが。はい、皆さんいかがだったでしょうか。はい。では、これにて配信終わりたいと思います。皆さん長丁場ありがとうございました。おやすみなさい。アーカイブ残します。お疲れ様でした。じゃあ、失礼します。